今日は日本のお祭りについてお話ししていきましょう。動画の最後には春、夏、秋、冬、それぞれの季節のおすすめのお祭りを紹介します。まずは日本のお祭りの歴史についてです。日本のお祭りは古い歴史を持っています。お祭りは神様に感謝したり、お願い事をしたりするための行事です。日本のお祭りは主に神社やお寺で行われていました。お祭りの始まりは神道や仏教の信仰と深く関係しています。昔の日本人は自然の力を信じていました。例えば、太陽や月、風や雨などです。これらの自然の力を神様として信仰し、その神様に感謝するためにお祭りを行っていました。農業が盛んな時代では、豊作を願ってお祭りをしました。これを豊穣祭と言います。また、お祭りは人々の絆を深める役割もありました。村や町の人々が集まり、一緒にお祭りを楽しむことで、仲間意識が強くなりました。お祭りの時には、みこしを担いだり、踊りを踊ったり、様々な楽しい催しがあります。昔のお祭りは、今と少し違ったものでした。昔の日本では、お祭りは村や町の大切な行事で、村人全員が参加しました。お祭りの準備は、村の人たちが協力して行いました。特に、お祭りの前日はとても忙しかったそうです。お祭りの日、村人たちは早朝から神社に集まりました。まず、神社でお祓いを受け、神様に感謝の気持ちを伝えました。その後、みこしを担ぎ、村中を練り歩きました。みこしは、神様が宿る場所とされていて、それを担ぐことで神様の力を受けると信じられていました。昔のお祭りでは、田楽や能などの伝統的な踊りなども行われました。田楽は、田んぼの神様に感謝するための踊りで、農作物の豊作を祈りました。能は、舞台で行われる劇で、神話や歴史をテーマにした物語が演じられました。お祭りの夜には、かがり火が焚かれました。かがり火の明かりの中で、村人たちは踊りや歌を楽しみました。これを盆踊りと言います。盆踊りは、お盆の時期に行われることが多く、祖先の霊を迎え、感謝する行事です。また、昔のお祭りでは、競技や遊びも行われました。相撲や馬の競争、弓矢の競技などが人気でした。これらの競技は、村の若者たちが力を競い合う場であり、村全体が楽しみました。お祭りの終わりには、村の長老が感謝の言葉を述べ、
みんなで豊作や健康を祈りました。その後、神輿は再び神社に戻され、お祭りは終わりました。村人たちは、お祭りの後も、お互いに感謝し合いながら日常生活に戻りました。昔のお祭りは、神様への感謝と村人同士の絆を深める大切な行事でした。お祭りを通じて、人々は自然や神様、そしてお互いを大切にする心を育んできたのです。では、現代のお祭りはどうでしょうか？現代の日本のお祭りは、昔と比べて少し変わりましたが、伝統を守りながら楽しまれています。お祭りの起源は、神様への感謝やお願い事をするための行事でした。現代のお祭りも、神社やお寺で行われることが多いですが、観光客も参加しやすくなっています。有名なお祭りには、京都の祇園祭、青森のねぶた祭、そして東京の三社祭などがあります。現代のお祭りでは、伝統的な要素と新しい要素が混ざっています。例えば、屋台で売られる食べ物は昔からあるたこ焼きや焼きそばだけでなく、今ではクレープやチーズドッグなどの新しい食べ物も人気です。また、花火大会も現代のお祭りの一部として、多くの人々に楽しまれています。夏の夜空を彩る花火は、お祭りの大きな見どころです。お祭りの参加者も変化しています。昔は地域の人々が中心でしたが、今では日本だけでなく海外からの観光客の方も参加し、国際的な交流の場となっています。また、現代のお祭りでは、伝統的な衣装を着る機会も増えました。浴衣や法被を着てお祭りに参加することで、より深く日本の文化を体験できます。お祭りの準備も変わってきました。昔は村全体でお祭りの準備をしましたが、今では地域の団体やボランティアが中心となっています。インターネットやソーシャルメディアを使って情報を共有し、多くの人々が参加できるようになっています。現代のお祭りは、昔からの伝統を大切にしながらも、新しい文化や技術を取り入れています。これからも日本のお祭りは、人々の絆を深め、楽しい思い出を作る場として続いていくでしょう。日本のお祭りには、縁日という特別な日があります。縁日は、特定の日に神社やお寺で行われる市場のことです。お祭りと縁日は似ていますが、少し違います。縁日は、昔から神様や仏様に縁がある日とされており、その日にお参りすると、特にご利益があると信じられています。縁日には、たくさんの屋台が並びます。様々な種類の食べ物やゲームの屋台が数多く出店します。まず、食べ物の屋台について紹介します。代表的なものは
たこ焼き、焼きそば、お好み焼きの屋台です。これらは縁日では定番のメニューで多くの人に愛されています。たこ焼きは小さなボール状の生地にタコを入れて焼いたもので、外はカリカリ、中はトロトロの食感が特徴です。焼きそばはソースで味付けした麺料理で、キャベツや肉が入っています。お好み焼きは、キャベツや豚肉などを混ぜた生地を鉄板で焼き、ソースやマヨネーズをかけて食べます。甘いものも人気です。かき氷は、暑い夏の日にぴったりのデザートで、シロップをかけて楽しみます。りんご飴は、りんごに甘い飴をコーティングしたもので、子供たちに特に人気です。最近では、チョコバナナもよく見かけます。バナナにチョコレートをかけ、カラフルなチョコスプリンクルなどで飾ったお菓子です。ゲームの屋台もたくさんあります。金魚すくいは、小さな紙の網で金魚をすくうゲームです。射的は、エアーガンで的を狙って景品をもらうゲームです。輪投げは、輪を投げて的に入れるゲームで、景品がもらえます。これらのゲームは、大人も子供も楽しむことができます。最近の流行りの屋台についても紹介します。近年、インスタ映えする食べ物が人気です。レインボー綿菓子やタピオカドリンクなど、見た目が華やかで写真に撮りたくなるような屋台が増えています。また、韓国風ホットドッグも人気です。これは、チーズやソーセージを生地で包んで揚げたもので、サクサクした食感が楽しめます。その他にも、創作アイスクリームやクロッフル、つまりクロワッサン生地のワッフルなど、新しい種類のスイーツが登場しています。これらの屋台は、特に若者に人気があります。縁日の屋台は、伝統的なものから新しいものまで、様々な楽しみが詰まっています。お祭りや縁日に訪れる際には、ぜひいろいろな屋台を楽しんでみてください。そして、もう一つの日本のお祭りの特徴といえば、盆踊りです。盆踊りは、日本のお盆の時期に行われる伝統的な踊りです。お盆は、亡くなった家族や先祖の霊を迎えて供養する行事です。しかし、今では、お盆の時期だけでなく、地域のお祭りでは定番の踊りとなっています。盆踊りの特徴は、みんなで円を作って踊ることです。円の真ん中に櫓と呼ばれる台を立て、その周りを輪になって踊ります。櫓の上では、太鼓や笛が演奏されます。踊りの動きは地域によって違い、その地域の伝統や文化が現れています。有名な盆踊りには、徳島県の阿波踊り、岐阜県の郡上踊り、東京の大江戸盆踊りなどがあります。阿波踊りは400年以上の歴史があり、
元気なリズムと独特の動きが特徴です。郡上踊りは、夜通し踊り続ける徹夜踊りが有名です。大江戸盆踊りは、東京の夏のお祭りとして人気があります。盆踊りを踊るときは、浴衣や法被を着て踊ることが多いです。浴衣は夏の着物で、涼しいデザインが多く、お祭りの雰囲気を盛り上げます。現代の盆踊りは、伝統を守りながらも、新しい音楽やスタイルを取り入れています。例えば、J-POP やアニメの曲をアレンジした音楽で、盆踊りを踊ることもあります。そうすることで、若い人たちも盆踊りを楽しめるようになっています。ここで、日本のお祭りを楽しむために、気をつけるべきポイントを紹介します。まず、有名なお祭りや花火大会では、人が多く、大混雑が予想されます。スムーズに移動できる手段を、前もって計画しておくと良いでしょう。次に、屋台で買った食べ物は、できるだけ早く食べるようにしましょう。暑い日や長時間放置すると食中毒のリスクが高まります。また、屋台では多くの場合、支払いは現金のみというのが一般的です。クレジットカードなどキャッシュレス決済はできないので、千円札や小銭を用意しておくと便利です。次に、貴重品や大切な荷物は自分でしっかりと守りましょう。日本は治安が良い国とされています。しかし、多くの人が集まる場所では、当然ですが、盗難に注意が必要です。そして、お祭りでは地域の伝統や風習に敬意を払いましょう。特に、神社や寺院でのマナーやルールを守ることが大切です。また、お祭り会場では、ゴミ箱が限られていることがあります。自分が出したゴミは持ち帰るなどして、みんなが気持ちよくお祭りを楽しめるようにしましょう。日本には四季折々のお祭りがたくさんあります。最後に、春、夏、秋、冬、それぞれのおすすめの日本のお祭りを紹介します。春のお祭りは、新しい季節の訪れと自然の豊かさを祝うことが多いです。桜を見て楽しむお花見や、農作物の豊作を祈願する神事などのお祭りです。特に、桜の開花がピークを迎える頃には、桜祭りが各地で開催され、桜の美しさを楽しみながら食事やお酒を楽しむ人々でにぎわいます。春のおすすめのお祭りは、弘前桜祭りです。弘前桜祭りは、青森県弘前市の弘前公園で、毎年春に開催される桜祭りです。このお祭りは、1918年に始まりました。もともと弘前公園は弘前城の跡地で、明治時代に公園として整備されました。当時、
弘前公園には多くの桜の木が植えられていました。植樹は江戸時代末期から始まり、明治時代にかけて少しずつ増えていきました。特にソメイヨシノが多く植えられ、現在では毎年約2600本の桜が咲きます。弘前公園の桜の木は特別な育て方をされています。この育て方は弘前方式と呼ばれ、他の場所にはない独特な方法です。この方法は、昭和初期に弘前公園の庭師によって考案されました。桜の木の寿命を伸ばすために、土の改良や剪定の仕方を工夫しました。その結果、弘前公園の桜の木は非常に寿命が長く、美しい花を咲かせ続けています。弘前桜まつりは、桜の開花に合わせて4月下旬から5月上旬にかけて行われます。お祭りの期間中は、昼間だけでなく夜も桜がライトアップされます。その夜にライトアップされる夜桜が特に有名です。このライトアップも、当初は地元の人々が手作りの灯籠を持ち寄って始めたものです。現在では、LED ライトなどが使われ、さらに美しく幻想的な夜桜を楽しむことができます。このように、弘前桜まつりは長い歴史を持ち、地域の人々や観光客に愛され続けている伝統的な桜まつりです。夏のお祭りは、暑い季節に行われ、多くの人が楽しむ行事です。代表的な夏のお祭りには、盆踊りや花火大会があります。特に花火大会は、夏のお祭りの大きなイベントです。夜空に大きな花火が打ち上げられ、その美しさに多くの人が感動します。花火を見るために、川辺や海岸、公園などにたくさんの人が集まります。多くの人が浴衣やジンベエを着て参加するのも夏祭りの特徴です。これらの伝統的な衣装を着ることで特別な気分を味わうことができます。夏のおすすめのお祭りは阿波踊りです。阿波踊りは日本の徳島県で行われる有名な夏祭りです。このお祭りは毎年8月12日から15日まで開催されます。阿波踊りの歴史はとても古く、400年以上前の江戸時代に始まったとされています。阿波踊りの起源はいくつか説があります。最も有名な説は、徳島城の完成を祝う場で、大勢の人々が踊り始めたというものです。この踊りが、次第に地域の伝統として広まり、現在の阿波踊りになったと言われています。阿波踊りの踊りは、とても元気で楽しそうです。踊り手たちは、伝統的な衣装を着て、独特の掛け声とともに踊ります。楽器の音に合わせて、大勢の人々が一緒に踊る姿はとても迫力があります。特に、
連と呼ばれるグループごとに踊るのが特徴です。連ごとに踊り方や衣装が少しずつ違うので、見ている人も楽しむことができます。お祭りの期間中、徳島市の中心部は、たくさんの踊り手や観光客で賑わいます。昼間は練習や準備が行われ、夜になると本格的な踊りが始まります。観光客も参加できる踊りの時間があり、みんなで一緒に楽しむことができます。阿波踊りは、徳島県だけでなく、日本全国や海外でも知られているお祭りです。多くの人々が、この楽しい踊りと熱気を体験するために、毎年訪れます。秋のお祭りは、収穫を祝うことが多いです。農作物がたくさん取れる秋の時期に、感謝の気持ちを込めてお祭りを行います。収穫祭では、農家の人々が収穫したばかりの野菜や果物を持ち寄り、みんなで食べたり、交換したりします。地元の特産品が集まる市場や、伝統的な料理を楽しむイベントもあります。秋のお祭りでは、紅葉の美しい景色を楽しむこともできます。お祭りの会場は、公園や神社、寺院などが多く、紅葉の中で行われるお祭りは、特に風情があります。秋のおすすめのお祭りは、灘の喧嘩祭りです。灘の喧嘩祭りは、兵庫県の松原八幡神社の秋祭りとして有名です。このお祭りは、毎年10月14日と15日に行われます。灘の喧嘩祭りの歴史は古く、約400年前の江戸時代に始まりました。このお祭りは、五穀豊穣や家内安全を祈るために行われました。喧嘩祭りという名前ですが、人同士が喧嘩をするわけではありません。祭りの中で、みこしや山車をぶつけ合う激しい儀式が行われるため、喧嘩祭りと呼ばれるようになりました。灘の喧嘩祭りの一番の魅力は、力強い喧嘩です。みこしや山車を担いだ男たちが、ぶつかり合い、倒れたり押し返したりします。この激しいぶつかり合いは、見ている人々をとても興奮させます。祭りの参加者たちは、全力でみこしをぶつけ合い、勝利を目指します。もう一つの魅力は、みこしと山車の美しさです。みこしや山車は、色鮮やかな飾りや彫刻で飾られていて、とても美しいです。これらのみこしや山車が街を練り歩く姿は、とても見る価値があります。また、灘の喧嘩祭りでは、伝統的な音楽や踊りも楽しめます。この音楽や踊りも、お祭りの大切な一部です。灘の喧嘩祭りは、その激しさと美しさで、多くの人々を魅了します。冬のお祭りは、寒い季節に行われるため、雪や氷を使ったイベントが多いです。
伝統的な行事が多いのも冬のお祭りの特徴です。例えば、お正月の初詣などの神社参拝や豆まきをする節分などがあります。これらの行事では、家族や友達と一緒に過ごし、新しい一年の無事や健康を祈ります。冬の花火大会も冬のお祭りの一つです。冬の澄んだ夜空に上がる花火はとても綺麗です。寒い中で見る花火は夏とは違った良さがあります。特に年末年始には花火大会が多く開催され、新年を祝うために多くの人が集まります。冬のお祭りでは、温かい食べ物や飲み物も楽しめます。屋台では、ラーメン、おでん、焼き芋など、体が温まる食べ物が売られています。これらの食べ物を食べながら、お祭りを楽しむのも、冬ならではの楽しみです。冬のおすすめのお祭りは、北海道の札幌で行われる札幌雪まつりです。札幌雪まつりでは、巨大な雪や氷の彫刻がたくさん展示されます。札幌雪まつりの彫刻は、とても大きくて美しいです。これらの彫刻は、雪と氷を使って作られます。彫刻に使う雪は、トラックで運んできます。その雪を使って、彫刻を作ります。集めた雪を固めて大きなブロックを作り、そのブロックが彫刻の材料になります。雪のブロックを積み上げて大きな形にします。この時、ブロックが崩れないようにしっかりと固定します。雪のブロックが積み上がったら、いよいよ彫刻を始めます。大きなノコギリやシャベル、小さなナイフなど、いろいろな道具を使って彫ります。彫刻が完成したら、仕上げをします。滑らかにするために、彫刻の表面を削ったり磨いたりします。また、夜になるとライトアップされるので、ライトの位置や色も考えます。出来上がった彫刻はとても美しく、夜にはライトアップされて幻想的な雰囲気になります。札幌雪まつりでは、多くの観光客が訪れ、冬の北海道を楽しみます。以上が、春、夏、秋、冬の日本のお祭りです。おすすめのお祭り以外にも、日本中でたくさんのお祭りが行われています。日本に来たときは、ぜひ日本のお祭りを体験してみてくださいね。いかがでしたか？今日は日本のお祭りについていろいろなことをお話ししました。この動画が皆さんの日本語学習に役立つと嬉しいです。もっと役立つ動画を作るため、グッドボタンやチャンネル登録をお願いします。最後まで見てくださりありがとうございました。今日は日本のお祭りについてお話ししていきましょう。動画の最後には、春、夏、
秋、冬、それぞれの季節のおすすめのお祭りを紹介します。まずは、日本のお祭りの歴史についてです。日本のお祭りは、古い歴史を持っています。お祭りは、神様に感謝したり、お願い事をしたりするための行事です。日本のお祭りは、主に神社やお寺で行われていました。お祭りの始まりは、神道や仏教の信仰と深く関係しています。昔の日本人は、自然の力を信じていました。例えば、太陽や月、風や雨などです。これらの自然の力を神様として信仰し、その神様に感謝するためにお祭りを行っていました。農業が盛んな時代では、豊作を願ってお祭りをしました。これを豊穣祭と言います。また、お祭りは人々の絆を深める役割もありました。村や町の人々が集まり、一緒にお祭りを楽しむことで、仲間意識が強くなりました。お祭りの時には、みこしを担いだり、踊りを踊ったり、様々な楽しい催しがあります。昔のお祭りは、今と少し違ったものでした。昔の日本では、お祭りは村や町の大切な行事で、村人全員が参加しました。お祭りの準備は、村の人たちが協力して行いました。特に、お祭りの前日はとても忙しかったそうです。お祭りの日、村人たちは早朝から神社に集まりました。まず、神社でお祓いを受け、神様に感謝の気持ちを伝えました。その後、みこしを担ぎ、村中を練り歩きました。みこしは、神様が宿る場所とされていて、それを担ぐことで神様の力を受けると信じられていました。昔のお祭りでは、田楽や能などの伝統的な踊りなども行われました。田楽は、田んぼの神様に感謝するための踊りで、農作物の豊作を祈りました。能は、舞台で行われる劇で、神話や歴史をテーマにした物語が演じられました。お祭りの夜には、かがり火が焚かれました。かがり火の明かりの中で、村人たちは踊りや歌を楽しみました。これを盆踊りと言います。盆踊りは、お盆の時期に行われることが多く、祖先の霊を迎え、感謝する行事です。また、昔のお祭りでは、競技や遊びも行われました。相撲や馬の競争、弓矢の競技などが人気でした。これらの競技は、村の若者たちが力を競い合う場であり、村全体が楽しみました。お祭りの終わりには、村の長老が感謝の言葉を述べ、みんなで豊作や健康を祈りました。その後、みこしは再び神社に戻され、お祭りは終わりました。村人たちは、お祭りの後も、お互いに感謝し合いながら日常生活に戻りました。昔のお祭りは、神様への感謝と村人同士の絆を深める大切な行事でした。お祭りを通じて、人々は自然や神様、そしてお互いを大切にする心を育んできたのです。では、現代のお祭りはどうでしょうか？
現代の日本のお祭りは、昔と比べて少し変わりましたが、伝統を守りながら楽しまれています。お祭りの起源は、神様への感謝やお願い事をするための行事でした。現代のお祭りも、神社やお寺で行われることが多いですが、観光客も参加しやすくなっています。有名なお祭りには、京都の祇園祭、青森のねぶた祭、そして東京の三社祭などがあります。現代のお祭りでは、伝統的な要素と新しい要素が混ざっています。例えば、屋台で売られる食べ物は昔からあるたこ焼きや焼きそばだけでなく、今ではクレープやチーズドッグなどの新しい食べ物も人気です。また、花火大会も現代のお祭りの一部として、多くの人々に楽しまれています。夏の夜空を彩る花火は、お祭りの大きな見どころです。お祭りの参加者も変化しています。昔は地域の人々が中心でしたが、今では日本だけでなく海外からの観光客の方も参加し、国際的な交流の場となっています。また、現代のお祭りでは、伝統的な衣装を着る機会も増えました。浴衣や法被を着てお祭りに参加することで、より深く日本の文化を体験できます。お祭りの準備も変わってきました。昔は村全体でお祭りの準備をしましたが、今では地域の団体やボランティアが中心となっています。インターネットやソーシャルメディアを使って情報を共有し、多くの人々が参加できるようになっています。現代のお祭りは、昔からの伝統を大切にしながらも、新しい文化や技術を取り入れています。これからも日本のお祭りは、人々の絆を深め、楽しい思い出を作る場として続いていくでしょう。日本のお祭りには、縁日という特別な日があります。縁日は、特定の日に神社やお寺で行われる市場のことです。お祭りと縁日は似ていますが、少し違います。縁日は、昔から神様や仏様に縁がある日とされており、その日にお参りすると、特にご利益があると信じられています。縁日には、たくさんの屋台が並びます。様々な種類の食べ物やゲームの屋台が数多く出店します。まず、食べ物の屋台について紹介します。代表的なものは、たこ焼き、焼きそば、お好み焼きの屋台です。これらは、縁日では定番のメニューで、多くの人に愛されています。たこ焼きは、小さなボール状の生地にタコを入れて焼いたもので、外はカリカリ、中はトロトロの食感が特徴です。焼きそばは、ソースで味付けした麺料理で、キャベツや肉が入っています。お好み焼きは、キャベツや豚肉などを混ぜた生地を鉄板で焼き、ソースやマヨネーズをかけて食べます。甘いものも人気です。かき氷は、暑い夏の日にぴったりのデザートで、シロップをかけて楽しみます。りんご飴は、りんごに甘い飴をコーティングしたもので、子供たちに特に人気です。最近では、チョコバナナもよく見かけます。バナナにチョコレートをかけ、
カラフルなチョコスプリンクルなどで飾ったお菓子です。ゲームの屋台もたくさんあります。金魚すくいは、小さな紙の網で金魚をすくうゲームです。射的は、エアーガンで的を狙って景品をもらうゲームです。輪投げは、輪を投げて的に入れるゲームで、景品がもらえます。これらのゲームは、大人も子供も楽しむことができます。最近の流行りの屋台についても紹介します。近年、インスタ映えする食べ物が人気です。レインボー綿菓子やタピオカドリンクなど、見た目が華やかで写真に撮りたくなるような屋台が増えています。また、韓国風ホットドッグも人気です。これは、チーズやソーセージを生地で包んで揚げたもので、サクサクした食感が楽しめます。その他にも、創作アイスクリームやクロッフル、つまりクロワッサン生地のワッフルなど、新しい種類のスイーツが登場しています。これらの屋台は、特に若者に人気があります。縁日の屋台は、伝統的なものから新しいものまで、様々な楽しみが詰まっています。お祭りや縁日に訪れる際には、ぜひいろいろな屋台を楽しんでみてください。そして、もう一つの日本のお祭りの特徴といえば、盆踊りです。盆踊りは、日本のお盆の時期に行われる伝統的な踊りです。お盆は、亡くなった家族や先祖の霊を迎えて供養する行事です。しかし、今では、お盆の時期だけでなく、地域のお祭りでは定番の踊りとなっています。盆踊りの特徴は、みんなで円を作って踊ることです。円の真ん中に櫓と呼ばれる台を立て、その周りを輪になって踊ります。櫓の上では、太鼓や笛が演奏されます。踊りの動きは地域によって違い、その地域の伝統や文化が現れています。有名な盆踊りには、徳島県の阿波踊り、岐阜県の郡上踊り、東京の大江戸盆踊りなどがあります。阿波踊りは400年以上の歴史があり、元気なリズムと独特の動きが特徴です。郡上踊りは、夜通し踊り続ける徹夜踊りが有名です。大江戸盆踊りは、東京の夏のお祭りとして人気があります。盆踊りを踊るときは、浴衣や法被を着て踊ることが多いです。浴衣は夏の着物で、涼しいデザインが多く、お祭りの雰囲気を盛り上げます。現代の盆踊りは、伝統を守りながらも、新しい音楽やスタイルを取り入れています。例えば、J-POP やアニメの曲をアレンジした音楽で、盆踊りを踊ることもあります。そうすることで、若い人たちも盆踊りを楽しめるようになっています。ここで、日本のお祭りを楽しむために、気をつけるべきポイントを紹介します。まず、有名なお祭りや花火大会では、人が多く、大混雑が予想されます。スムーズに移動できる手段を、前もって計画しておくと良いでしょう。次に、屋台で買った食べ物は、できるだけ早く食べるようにしましょう。暑い日や長時間放置すると食中毒のリスクが高まります。また、屋台では、多くの場合、
支払いは現金のみというのが一般的です。クレジットカードなど、キャッシュレス決済はできないので、千円札や小銭を用意しておくと便利です。次に、貴重品や大切な荷物は、自分でしっかりと守りましょう。日本は治安が良い国とされています。しかし、多くの人が集まる場所では、当然ですが、盗難に注意が必要です。そして、お祭りでは地域の伝統や風習に敬意を払いましょう。特に、神社や寺院でのマナーやルールを守ることが大切です。また、お祭り会場では、ゴミ箱が限られていることがあります。自分が出したゴミは持ち帰るなどして、みんなが気持ちよくお祭りを楽しめるようにしましょう。日本には四季折々のお祭りがたくさんあります。最後に、春、夏、秋、冬、それぞれのおすすめの日本のお祭りを紹介します。春のお祭りは、新しい季節の訪れと自然の豊かさを祝うことが多いです。桜を見て楽しむお花見や、農作物の豊作を祈願する神事などのお祭りです。特に、桜の開花がピークを迎える頃には、桜祭りが各地で開催され、桜の美しさを楽しみながら食事やお酒を楽しむ人々でにぎわいます。春のおすすめのお祭りは、弘前桜祭りです。弘前桜祭りは、青森県弘前市の弘前公園で、毎年春に開催される桜祭りです。このお祭りは、1918年に始まりました。もともと弘前公園は弘前城の跡地で、明治時代に公園として整備されました。当時、弘前公園には多くの桜の木が植えられていました。植樹は江戸時代末期から始まり、明治時代にかけて少しずつ増えていきました。特にソメイヨシノが多く植えられ、現在では毎年約2600本の桜が咲きます。弘前公園の桜の木は特別な育て方をされています。この育て方は弘前方式と呼ばれ、他の場所にはない独特な方法です。この方法は、昭和初期に弘前公園の庭師によって考案されました。桜の木の寿命を延ばすために、土の改良や剪定の仕方を工夫しました。その結果、弘前公園の桜の木は非常に寿命が長く、美しい花を咲かせ続けています。弘前桜祭りは、桜の開花に合わせて4月下旬から5月上旬にかけて行われます。お祭りの期間中は、昼間だけでなく夜も桜がライトアップされます。その夜にライトアップされる夜桜が特に有名です。このライトアップも、当初は地元の人々が手作りの灯籠を持ち寄って始めたものです。現在では、LED ライトなどが使われ、さらに美しく幻想的な夜桜を楽しむことができます。このように、弘前桜祭りは長い歴史を持ち、地域の人々や観光客に愛され続けている伝統的な桜祭りです。夏のお祭りは、暑い季節に行われ、多くの人が楽しむ行事です。代表的な夏のお祭りには、
盆踊りや花火大会があります。特に花火大会は、夏のお祭りの大きなイベントです。夜空に大きな花火が打ち上げられ、その美しさに多くの人が感動します。花火を見るために、川辺や海岸、公園などにたくさんの人が集まります。多くの人が浴衣やジンベエを着て参加するのも夏祭りの特徴です。これらの伝統的な衣装を着ることで特別な気分を味わうことができます。夏のおすすめのお祭りは阿波踊りです。阿波踊りは日本の徳島県で行われる有名な夏祭りです。このお祭りは毎年8月12日から15日まで開催されます。阿波踊りの歴史はとても古く、400年以上前の江戸時代に始まったとされています。阿波踊りの起源はいくつか説があります。最も有名な説は、徳島城の完成を祝う場で、大勢の人々が踊り始めたというものです。この踊りが次第に地域の伝統として広まり、現在の阿波踊りになったと言われています。阿波踊りの踊りはとても元気で楽しそうです。踊り手たちは伝統的な衣装を着て、独特の掛け声とともに踊ります。楽器の音に合わせて、大勢の人々が一緒に踊る姿はとても迫力があります。特に、連と呼ばれるグループごとに踊るのが特徴です。連ごとに、踊り方や衣装が少しずつ違うので、見ている人も楽しむことができます。お祭りの期間中、徳島市の中心部は、たくさんの踊り手や観光客でにぎわいます。昼間は練習や準備が行われ、夜になると本格的な踊りが始まります。観光客も参加できる踊りの時間があり、みんなで一緒に楽しむことができます。阿波踊りは、徳島県だけでなく、日本全国や海外でも知られているお祭りです。多くの人々が、この楽しい踊りと熱気を体験するために、毎年訪れます。秋のお祭りは、収穫を祝うことが多いです。農作物がたくさん取れる秋の時期に、感謝の気持ちを込めてお祭りを行います。収穫祭では、農家の人々が収穫したばかりの野菜や果物を持ち寄り、みんなで食べたり、交換したりします。地元の特産品が集まる市場や、伝統的な料理を楽しむイベントもあります。秋のお祭りでは、紅葉の美しい景色を楽しむこともできます。お祭りの会場は、公園や神社、寺院などが多く、紅葉の中で行われるお祭りは、特に風情があります。秋のおすすめのお祭りは、灘の喧嘩祭りです。灘の喧嘩祭りは、兵庫県の松原八幡神社の秋祭りとして有名です。このお祭りは、毎年10月14日と15日に行われます。灘の喧嘩祭りの歴史は古く、約400年前の江戸時代に始まりました。このお祭りは、五穀豊穣や家内安全を祈るために行われました。喧嘩祭りという名前ですが、人同士が喧嘩をするわけではありません。祭りの中で、みこしや出汁をぶつけ合う激しい儀式が行われるため、
喧嘩祭りと呼ばれるようになりました。灘の喧嘩祭りの一番の魅力は、力強い喧嘩です。みこしや山車を担いだ男たちが、ぶつかり合い、倒れたり押し返したりします。この激しいぶつかり合いは、見ている人々をとても興奮させます。祭りの参加者たちは、全力でみこしをぶつけ合い、勝利を目指します。もう一つの魅力は、みこしと山車の美しさです。みこしや山車は、色鮮やかな飾りや彫刻で飾られていて、とても美しいです。これらのみこしや山車が街を練り歩く姿は、とても見る価値があります。また、灘の喧嘩祭りでは、伝統的な音楽や踊りも楽しめます。この音楽や踊りも、お祭りの大切な一部です。灘の喧嘩祭りは、その激しさと美しさで、多くの人々を魅了します。冬のお祭りは、寒い季節に行われるため、雪や氷を使ったイベントが多いです。伝統的な行事が多いのも、冬のお祭りの特徴です。例えば、お正月の初詣などの神社参拝や、豆まきをする節分などがあります。これらの行事では、家族や友達と一緒に過ごし、新しい一年の無事や健康を祈ります。冬の花火大会も冬のお祭りの一つです。冬の澄んだ夜空に上がる花火はとても綺麗です。寒い中で見る花火は夏とは違った良さがあります。特に年末年始には花火大会が多く開催され、新年を祝うために多くの人が集まります。冬のお祭りでは、温かい食べ物や飲み物も楽しめます。屋台では、ラーメン、おでん、焼き芋など、体が温まる食べ物が売られています。これらの食べ物を食べながら、お祭りを楽しむのも、冬ならではの楽しみです。冬のおすすめのお祭りは、北海道の札幌で行われる札幌雪まつりです。札幌雪まつりでは、巨大な雪や氷の彫刻がたくさん展示されます。札幌雪まつりの彫刻は、とても大きくて美しいです。これらの彫刻は、雪と氷を使って作られます。彫刻に使う雪は、トラックで運んできます。その雪を使って、彫刻を作ります。集めた雪を固めて大きなブロックを作り、そのブロックが彫刻の材料になります。雪のブロックを積み上げて、大きな形にします。この時、ブロックが崩れないように、しっかりと固定します。雪のブロックが積み上がったら、いよいよ彫刻を始めます。大きなノコギリやシャベル、小さなナイフなど、いろいろな道具を使って彫ります。彫刻が完成したら、仕上げをします。滑らかにするために、彫刻の表面を削ったり磨いたりします。また、夜になるとライトアップされるので、ライトの位置や色も考えます。出来上がった彫刻はとても美しく、夜にはライトアップされて幻想的な雰囲気になります。札幌雪まつりでは、多くの観光客が訪れ、冬の北海道を楽しみます。以上が、春、
夏、秋、冬の日本のお祭りです。おすすめのお祭り以外にも、日本中でたくさんのお祭りが行われています。日本に来たときは、ぜひ日本のお祭りを体験してみてくださいね。いかがでしたか？今日は日本のお祭りについていろいろなことをお話ししました。この動画が皆さんの日本語学習に役立つと嬉しいです。もっと役立つ動画を作るため、グッドボタンやチャンネル登録をお願いします。最後まで見てくださりありがとうございました。